はい、皆さんこんばんは、川島です。そして今回もですね、小本くんという、うちのね、宮崎の弟子が来ております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、小本くんは整体師でありながら、論文オタク、論文オタクみたいなちょっとね、ところがあるんですけども、今回は今ね、世間体でちょっとね、ウイルスがね、すごく流行ってますので、僕らが提供できるのは、いわゆる整体師なんで、免疫力を上げる方法。これをね、僕らはね、ちょっと話をしていこうと思うんですけども、家で簡単にできる免疫力を上げる方法をね、レクチャーしていこうと思うんですけども、プラスアルファで論文でしっかり裏付けがあったりとか、ちゃんと数字上でちゃんと明確な裏付けがあるものをね、紹介していこうと思っておりますので、今日はね、そんな感じで、いつもと違った免疫力系の話をね、していこうと思っております。では早速ね、やっていきましょう。大事なポイントが5つあります。で、5つの中でも結構ね、僕が一番ね、推すのは2つありますので、それからいこうと思うんですけども、それは何かと言いますと、まずは大事なのはシャワーです。シャワーをしっかり浴びること。で、シャワーも冷たいシャワーです。で、冷たいシャワーっていうのは、10度から12度のシャワーを背中、この首の付け根の肩甲骨の間に対して30秒当ててください。で、これはお湯のシャワーを当てた後に、そこから冷たいシャワーで締めるというのがポイントですね。で、それを、やったグループは風が 30% 減ったというね、論文があります。で、これね、すごく大事なのが、しっかりとね、30日間使ってくると、どんどんね、免疫力が高まってきますので、できれば、1日だけじゃなくて、何日もね、ずっとね、やってみてください。で、それプラスアルファで、これね、セットなんですけども、実は冷たいシャワーを浴びたグループもそうなんですけども、それプラスアルファで、運動もセットでしてもらったグループは、さらに、プラス2、30%、効果が上がりました。シャワーを浴びて、なおかつ、運動です。運動もしかも1日4分の、運動で OK です。1日4分間の運動をやったグループはさらに風邪ひきにくさがプラス 2,30% 上がり、合計 50% から 60% は風邪をひく確率が減りましたっていうね、論文があるんですけども、で、1日4分間っていうのはヒットっていう運動があります。これは1日4分間本気の運動をやるんですね。そうすると実はね、免疫力が高まります。そしてミトコンドリアの活動量が増えて自然免疫力が上がってきますので、しっかりとね、4分間だけ本気の運動をしてみてください。で、ポイントはね、この動画でまた喋ってるんですけども、20秒本気で運動して10秒休憩、20秒やって10秒休憩、これを8セットやると合計4分間になるんですけども、その運動を1日4分間やってください。で、これを大体週2日以上やったグループは免疫力が上がったというね、論文がありますので、4分間だけ皆さん本気でやっていきましょう。できれば僕のおすすめは朝やると1日のね、パフォーマンス、脳の活動量とかも上がってきますので、できれば朝4分間だけ本気で運動をしてみてください。これね、下の概要欄にヒートの動画も貼ってありますので、それもね、見てみてください。という感じが僕がおすすめしたい2個の免疫力を上げる方法でした。で、小本くんから何か他にありますか？そうですね、僕はまず睡眠ですね。もともと睡眠障害だったんですよ。なので結構睡眠をしてるんですけど、7時間未満しか寝てない人と、8時間以上寝てる人、で3倍以上風邪のひきやすさが違うっていう論文がアメリカで出ているので、そこしっかり8時間以上しっかり寝ていく、8時間以上寝た方がいいというところなので、なるべくね、睡眠時間を多くとっていくというね、多分これも簡単できますので、皆さんもね、ぜひこれやっていきましょう。で、次が栄養ですね。栄養、食事とドリンクで分けてるんですけど、食事がポリフェノールがすごく大事。ポリフェノールね、30% 風邪の症状を抑えるって言われてます。結構大きいです。大きいですね。具体的な食品でいくと、ブルーベリー、さつまいも、トマト、人参、この辺がすごく風邪にいいです。ちなみにしかもね、最近ブルーベリーとかさつまいもっていうのはコンビニで買えます。なので、コンビニで買えるそのブルーベリーのパックがあって、その袋の1日、その1袋取った方がいいです。そうすると、ブルーベリーの摂取量が、大体そのぐらいが目安の摂取量なので、大体1日1袋も摂取するように、意識して取っていきましょう。で、さつまいももね、置いてますので、ご飯とか食べるんだったら、さつまいもで代用して取ってもいいかもしれないですね。あと、さつまいもも皮ごと食べた方がいいです。皮にすごくそうなんですよ。栄養が入ってるので、皮剥いちゃうとめちゃくちゃもったいないので、皮ごとね、食べる。コンビニのやつ買って皮ごと食べてもいいということなので、そうですね。トマトと人参も皮ごと。僕、キウイフルーツも皮ごと食べますよ。そうやっちゃう。ちょっとそれやりすぎですけど。キウイ？キウイもね。人参ぐらいだったら洗って全然食べれるので。なるべくね、人参もトマトもね、なるべく摂取していって免疫力をね、高めていきましょう。これも簡単ですね。で、5つ目で、次がドリンクですね。ドリンクですね。これもちょっとポリフェノールの話になるんですけど、コーヒー、ココア、緑茶、紅茶、このやつがすごく大事です。ココアが一番良くて、次にコーヒー、緑茶、紅茶なんですが、緑茶はリラックス効果もあるので自律神経を整えて、風邪のひきやすさも抑える、睡眠の質も上がるってすごくいい。そうですね。
緑茶はテアニンという、ね、物質がすごく大事で、テアニンが入ってると副交感神経という、ね、自律神経というリラックスの神経が優位に立ちやすくなってくれますので、集中力も上がりますし、しっかり眠れるということがあるので、しっかり一日を通して緑茶を、ね、取るといった、ね、習慣が大事ですね。はい、で緑茶とコーヒーはただカフェインが入っているので夜遅くは飲まないようにしておきましょう。はい、コーヒーに関しては大体1日 2,3 杯というところが大事だと僕思ってるんですけども、コーヒー取りすぎるとストレス物質がちょっと増えちゃいますので、ストレス物質が増えちゃうと免疫力下がっちゃいますので、なるべくコーヒーは 2,3 杯で食べておくようにしてみてください。ここはもう、市販の甘いココアじゃなくて、できれば砂糖があんまり入ってない本当のココアの方ができればいいですね。でココアパウダーだけでも結構売ってるんで、ココアパウダーをバッて買って、あんまりね甘くしないように飲む方が体の方にはねいいのかなというふうに思います。なのでコンビニとか行ったらコーヒーとブルーベリーとさつまいもとか買ってくれるといいかなと思います。はい。でココアに関しては寝る前に取った方が睡眠の質も上がりますので、なるべく寝る前にココアとかをね温めて飲んでみてください。紅茶もポリフェノールか。紅茶もポリフェノールですね。そうですね。でカフェインが入ってなければ夜飲んでも全然大丈夫なので、リラックス効果もありますし、寝る前に。はい。なので意外とこんな感じで簡単に免疫力は上げれますので、とりあえず僕らができるのは、マスクとかも大事なんだけども、まずは、しっかりねマスクとかでも防げない場合も結構高いので、まず僕らができるのはしっかり寝て、しっかりご飯食べて、そして外運動して、冷水浴びたりして、できることからねしっかりね免疫力を上げていって、もしね万が一感染しても、大事なよね丈夫な体をねしっかり皆さんで作っていきましょう。はい、という感じで今回はね、ちょっとイレギュラーな、免疫力を上げる方法の動画だったんですけども、こんな感じでね体の話をね結構主にしてますので、中日さんの動画をアップしてるチャンネルなので、ぜひチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そしてぜひね Twitter、Instagram もぜひチェックの方よろしくお願いします。はい、そして、ぜひね小豚くんもねこんな感じで結構論文オタクなんですけども、こんな感じの Instagram の投稿もぜひやってますので、下の概要欄から小豚くんのね Instagram もぜひチェックの方よろしくお願いします。はい、ではまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。